スーパーの買い物ってめちゃめちゃ重くなる時ありますよね。なんとか根性で持ち帰ってくるわけですが、袋の持ち手が細いと手が痛くなるし、腕に持ち帰ると赤く跡がつくこともしばしば。特に2袋ある時は両手が塞がってしまうので、家の鍵を開けるのも一苦労でした。はい、ということで第10位はそんな悩みを解決してくれたこちら。レジ袋、エコ袋、持ち手を伸ばせる肩掛けベルト110円です。私はキャンドゥで購入しましたが、ワッツにもあるようです。カラーはベージュの他にライトグレーと黒もありました。これはスーパーの袋やエコバッグをショルダーにできるアイテム。ベルト部分は綿とポリエステルでできていて結構しっかりしています。両サイドのカラビナはバネ式なので、持ち手をギュッと押し込むだけで簡単に装着することができます。はい、肩掛けするとこんな感じ。ベルトの幅も約 2.5 センチあるので食い込む感じもありません。もうこれで完全に両手がフリー。手が痛くならずに済みます。長さは最短で約35センチ。さらにアジャスターもついていて最長60センチまで伸ばすことができます。最長まで伸ばしたら斜め掛けもできました。斜め掛けだと両手が空くのはもちろんのこと、なで型の私も肩から落ちる心配がないのでものすごい助かります。身長159センチでこのぐらいのサイズ感。重たい買い物の日はマストアイテムになりました。耐荷重は10キロあるので普段の買い物には十分かなと思います。第9位はこちら。納豆パックがぴったり入る冷蔵庫収納ホルダー110円です。冷蔵庫の隙間を活用できる収納ケース。ポリプロピレン製で耐荷重は 500g。納豆パックを2つ入れることができます。下はパックの左右を引っ掛けるような作りになっているので、ケース自体の厚みは6センチと意外とスリムです。冷蔵庫の棚はもちろん、縦にしてドアポケットにも使える 2way。 袋入りの調味料とかチーズなどにもちょうどいいサイズ感。たまたまうちにあったハムはわずかに引っかかったんですが問題なく収まりました。はい、でこれを冷蔵庫の棚板に設置すれば、棚下のデッドスペースに納豆を2パック収納しておけます。納豆はね、普通3パック入りが多いので2つしか入らないっていうのは惜しいなと思ったんですけど、これ以上高さがあると邪魔になるのであえて2個用にしたんだろうなと思いました。でこれ賞味期限を手前にしておくと冷蔵庫を開けるだけで確認できるっていうのが想像以上に便利でした。あとドアポケットに取り付けて納豆を入れておくこともできます。袋系の調味料を入れるとドアポケットが少し隠れちゃうので使いにくくなる気がしましたが、納豆やスライスチーズなら便利に使えそうです。冷蔵庫によっては扉が閉まらないかもしれないんですけど、うちの冷蔵庫はちゃんと閉じることができました。皆さんはトイレのお掃除シートはどうやって収納していますか？ケースに入れると乾燥しがちなので、私はずっとパッケージのまま使っていたんですが、このパッケージが開けにくくて毎回イライラしていました。そして閉める時も空気をしっかり抜いてジッパーを何度もギューッと確認しながら閉じるのも何気に面倒。トイレシートって専用のケースに入れるのが前提だったり、ジッパーが側面についているタイプも多くて、100均によくあるウェットシートの蓋が使えないんですよね。ということで第8位はこちら。セリアの蓋付きウェットシートケース。クリアの S サイズで110円です。ウェットシートの蓋とケースが一体化しているので、これは中身を入れ替えるだけで OK。蓋を付け替える手間もないし、透明だからシートの減り具合もわかりやすいです。何よりシンプルなところがいいですよね。見た目もすっきりしていい感じです。早速入れ替えてみたところ、我が家が使っているトイレシート12枚入りがまるっと1袋入りました。待ちがあるのでまだまだ余裕があります。これならシートの取り出しもワンタッチ。完全密封ではないので時間が経つと乾燥してしまう懸念はあるんですけど、パッケージそのままの状態と大差はないかなと思います。
おかげでトイレ掃除の時のプチストレスが一つ減りました。トイレシートの収納にお困りであればぜひ参考にしてください。はい、第7位はこちら。ダイソーのマグネット付きお風呂ブーツ300円の商品です。これが一時期はめちゃめちゃ入手困難だったんですけど、最近チェックしたら再入荷したみたいで在庫のある店舗も増えていました。シンプルなデザインのお風呂ブーツなんですけど、商品名通りそこにマグネットがついていて、お風呂の壁にくっつけて収納することができます。マグネットなら置き場所も自由自在。状況に応じて好きな場所に移動できるのが便利ですよね。お風呂場にマグネットがくっつかないっていう場合でも、フック穴付きなので引っ掛けておくこともできます。さらに気が利いてるなと思ったのは、かかとの部分が平らな作りになっていて、立てかけた時に倒れにくくなっていること。さすがダイソー、ストレスポイントをよくわかってらっしゃるなと思いました。素材は EVA 樹脂で程よく柔らかいのでしゃがんでも痛くないです。サイズは多分 26.5 センチの1種類しかないみたいで、足のサイズが 24.5 の私にはちょっと大きいんですが、むしろこれぐらい余裕があった方が素足でもスッと履けて楽ちんでした。正直なところお風呂ブーツっていうのはかさばるし収納にも困るので今まで使っていなかったんですけど、これなら壁にペタッと貼っておけるので収納場所にも困らないし、普段は目に入りにくい場所にスタンバイできるので大満足。今まではね、ちょっと強い洗剤使う時とかはバスタブの中からとかドアの外から身を乗り出して掃除してたので、そんなプチストレスから解放されました。ちなみにマグネットがついていないタイプも300円でパッケージも似ているので間違いないようにご注意ください。第6位はこちら。キャンドゥのフェルト収納バスケット110円です。何気なく買ったんですが、これが想像以上に良かったです。しっかりした張りのあるフェルト素材。厚みもまあまああります。広げると1枚のフェルト生地でできていて、組み立てるとバスケットになるというアイテム。組み立てるって言っても折って差し込むだけなので、ものの数分で完成しました。はい、こんな感じです。反対側も同じように組み立てます。出来上がってみたら思っていた以上に可愛くてテンションが上がりました。ちゃんと持ち手もついています。これで100円って結構高見えするなと思いました。これと全く同じデザインの大きいサイズは Amazon で1580円でした。で、こちらのサイズは奥行きと高さが10センチ、幅は15センチくらい。インスタントコーヒーの瓶がちょうど2つ入るぐらいのサイズ感です。生活感の出るパッケージの目隠しにも良さそうですよね。使わないときは平らに折りたたんで収納できます。私は猫のおもちゃ入れに使うことにしました。カラーは薄いグレーと濃いグレーの2色がありました。はい、第5位はこちら。ダイソーのクエン酸ジェル。その名の通りジェルタイプのクエン酸です。ちょっとお高い300円商品なんですけど、結論から言うとこれはすごく買ってよかったです。はい、こちらちょっとサボるとすぐに白く固まってしまうバスルームの水垢。スプレータイプのクエン酸だと吹きかけてからキッチンペーパーでパックをして、さらに乾かないようにラップで全体を覆うという超めんどくさいことをしていました。この時は全体にひどかったので大掛かりに掃除をしたんですけど、さすがに私も反省してそれ以来こまめに拭くようになりました。おかげで大量の水垢に悩まされることはなくなったんですが、なぜかゼロにならないのが水垢というもの。はい、ということでこのクエン酸ジェルを使ってみたところ、これがねすっごく塗りやすかったんですよ。ジェルだから液体のように垂れないし、ピタッととどまってくれるので、キッチンペーパーもラップも不要。塗るだけなのでめちゃめちゃ楽でした。
はい、そして2時間くらい放置してからジェルを拭き取りました。このジェルの粘度もちょうどいい感じで、全然液垂れしないので拭き取りもしやすかったです。はい、でマイクロファイバークロスで何度かこすっただけで気にならないレベルまで落とすことができました。でキッチンの水栓の根元の水垢もクエン酸ジェルをぐるっと塗ってしばらく放置。2時間後ぐらいにジェルを拭ってブラシでこすってみたところ、隙間から黒い汚れがごっそり出てきてちょっとびっくりしました。水垢は大したことないと思っていたんですが、予想以上に汚れていました。はい、そしてよくすすいで水気を拭き取ったら完了です。ちょっとわかりにくいんですけど、気になっていた水垢はきれいに取れました。クエン酸は断然ジェルタイプが使いやすいなと思いました。以前は重曹やセスキのジェルもあったんですけど、最近はちょっと見かけなくてとっても残念です。今やどこの100均にもある大人気のアイデアグッズ、洗顔リストバンド110円。ご存知でない方のために一応ご説明すると、洗顔とかお皿洗いの時に腕を伝う水を受け止めてくれて、床がびしょびしょに濡れるのを防げるというアイテムなんですが、使っている方はこれどうやって収納していますか？いざ使ってみたら置き場所に困ってしまいまして、かけたい場合フックは2つ必要になりますよね。で、1つに収めようと重ねて干すと乾きが悪くなるし、フック付きピンチであれやこれや試してみたんですが、今一つしっくりこないなと思っていました。はい、ということで第4位はそんな悩みを解決してくれたこちら。マグネットボディタオルハンガー110円です。キャンドゥセリやワッツで購入することができます。なんてことないタオル掛けなんですけど、無駄がないシンプルなデザインでどんな場所にも違和感なく使えそうですよね。そして背面がマグネット仕様になっています。耐荷重は 100g なので重いものはかけられないんですけど、タオルやリストバンドには十分です。この小ぶりなサイズ感、姫様がご乱心です。失礼いたしました。これが洗顔リストバンドにぴったり。サイズ感もちょうどいいです。洗濯機やバスルームなどにペタッと貼って使うことができます。縦にしても良さそうですね。マグネットタイプは自由に移動できるのもメリット。浮かせることで乾くのも早いです。マグネットが貼れない場所はマグネット補助板を使うという手もありますね。もし洗顔リストバンドの収納にお困りであれば参考にしてください。はい、第3位はこちら。ダイソーの T 字リントブラシ110円です。衣類やカーペットについたペットの毛がめっちゃ取れると SNS で話題になったアイテム。モフ毛取りといえばコロコロが定番ですが、シートの減りが早いのが悩みどころ。シート不要なタイプは経済的なので助かります。カラーは黒、グレー、ベージュの3色があるんですけど、私がいた店舗にはこちらも黒しか残っていませんでした。売れてるんですね。で、ブラシの部分の素材は TPR、ゴムとプラスチック両方の特性を併せ持つ素材だそうです。片面は凹凸になっていて整える用、そしてもう片方は3列の集めるようになっています。注意書きには低密度のニット、ブレザー、シャツ、柔らかい生地では機能しませんと書いてありましたのでご注意ください。ということで、我が家のモフ毛生産係に協力してもらって、たっぷり毛がついたウールのコートで試してみたところ、これはすごいと思いましたね。みるみる取れて気持ちいいです。ただ取りすぎて生地を削ってしまう感じもあったので、大事な衣類には注意した方が良さそうです。とはいえ面白いように取れるので、姫のお気に入りのクッションやスツール、ニャンモック、そして毎日寝ている猫ベッドにも使っています。
丸いものはちょっと使いにくいんですけど、ゴム手袋よりは手が疲れなくていいです。ちなみに有名なパクパクローラーも愛用していますが、これも同じぐらい取れて110円っていうのはすごいなと思いました。まるで綿あめ作ってるみたいですよね。はい、こちら以前ご紹介したダイソーのティータイムラック。本来はティーバッグなどの収納に使うアイテムですが、これがコスメの収納に使いやすいと SNS でバズったことがありましたよね。我が家も洗面台の鏡裏に置いてマスカラやリップの収納に使っていました。はい、そんなダイソーのティータイムラックは基本的にティーバッグの収納を想定しているので、奥行きが 10.5 センチと少し大きめの作りでした。鏡の裏の棚には入らなかったっていう方もいるんじゃないかなと思います。そんな悩みを解決してくれたのが第2位のこちら。セリアの洗面鏡斜めスタンド110円です。洗面鏡の裏の収納スペースに収まるように奥行きは 7.2 センチと浅めの作りになっています。ちなみに幅は 11.7 センチ、高さは9センチ。ティータイムラックよりも3センチスリムで比べてみると結構違います。さらに取り外せる仕切り付きで、もちろん好きな位置に調整することも可能です。下地やクリームなどのチューブ類とかマスカラ、リップなどの収納にぴったり。奥行きが浅い分、ティータイムラックに比べると角度は少し急になっているんですけど、取りやすさは全く問題なかったです。さらにスタッキングも可能で3段まで積み重ねることができます。斜めになっていることで高さも小スペースに収納できますよね。ということで、我が家は2つ横に並べて使っています。ティータイムラックよりも薄いおかげで手前にかなり余裕ができました。軟膏などの小さなアイテムも置けるスペースができたので、これに変えてよかったなと思いました。ちなみにその他鏡裏のコスメ収納アイデアは以前動画で投稿しているので、興味がある方はぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。はい、そして第1位はこちら。浮かせてスッキリ洗面収納ポケット110円です。セリアとキャンドゥで購入できます。エバ樹脂素材のウォールポケット。ポケットは大小合わせて全部で3つついていて、半透明で中身がうっすらわかるようになっています。耐荷重は 100g で粘着テープで貼るタイプ。専用のフックと粘着シートが付属しています。ポケットの上部に穴が開いていて、そこに専用フックをセットして粘着テープで貼り付けるというわけですね。もちろん付属の粘着テープを使ってもいいんですけど、不要になった時に綺麗に剥がしたいので、私は 3M のコマンドタブで貼ることにしました。コマンドタブはダイソーでも購入することができます。しっかり貼れて本当に綺麗に剥がせるので、賃貸の方や原状回復したい場合におすすめです。壁紙には貼れないんですけど、凹凸のないツルツルした面や木材などに使えます。はい、ということで私は洗面台の鏡裏に貼って使うことにしました。ここにはスイングケースを貼って細かい掃除用のコットンスティックを収納していたんですけど、今回のこのポケットの方が使いやすそうなので取り替えることにしました。綿棒やヘアピン、軟膏、しまい込むと使うのを忘れてしまいがちなコスメの試供品などの収納にぴったりでした。細々したものが一気にまとめられる上にワンアクションで取り出せます。薄いので中の棚に干渉しにくいのもポイント。洗面所だけではなくてデスク周りやリビングの収納の扉裏など文具やカード類の収納にも使えます。先日目に傷がついていることが判明したうちの姫。ヘルペスの疑いもあるっぽいんですけど、年末年始は襟から生活が決定しました。とはいえ目薬で順調に回復しているので安心しました。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらいいねやチャンネル登録、ハイプをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。